そして1999年にループエラーという釣り網機で編まれた生地しか使わないブランドっていうのをこう立ち上げるわけですよね。素朴な疑問なんですけど、何からそういう名前を取ったのかみたいな。多分意外にこう皆さん知らないと思うんですよ。当時ブランド名を考えるときに釣り網機って英語でなんて言うんだろう。で、今みたくネットがないので、そうっすよね、ネットに叩いて何かが出てくることはありえないわけですよ。で、だから僕らが当時手に入る辞書、英辞典とか英和辞典とか和英辞典とか、繊維の年間ですとか、そういうものを用語辞典、繊維の用語辞典とかそういうものを僕らが手に入る範囲の中で調べても、その釣り網機っていうものはやっぱ日本語だから、海外ではサーキュラーニッティングマシンかサーキュラーニッティングフレームか、この2つしかない。前にもなんかで話したことあると思うんだけど、釣り網機の針って特徴的に、また後で説明するけど、ヒゲ針って言うんですけど、この針が非常に特徴的なんで、この釣り網で編んだ生地の風合いがいい理由の一つにもなってたりするんですけども、その針だけは今でもドイツ製なんですよ。メイドインジャーマニーなんですね。で、ドイツのグロッツベッケルトっていう会社が今でも作ってくれている針なんですね。で、当時このグロッツベッケルトっていうのはなんかその編み機もやってたりとか輸出をしてたりとかいろんなことをやっていて、今ではなんか割と輸出入の商社みたいなポジションになってるみたいなんですけど、針は今でも作って日本に販売してくれてるんですね。で、そこのなんか日本の担当の人が、そういえばフリーシーファブリックニッティズバイループウィールマシーンって言ってたな、誰かがみたいな。もうただそれだけです。ループウィールマシーン。なるほど。で、ループウィールっていうのが釣り網機かなっていうふうに僕らは思っちゃったんですよ。それを裏付ける何もないですよ、資料は。文献も何もないですけど、これだけ調べて出てこなくて、でもなんかループウィールってなんとなくいいじゃないみたいな感じで、ループウィールにそのループとウィールをくっつけて、実際だとスペースループスペースウィールくっつけて、それに ER、やる人、ワーカーみたいな感じで ER をつけて、ループウィーラーっていう名前を造語した。なるほど。作ってしまう。作ったのが本当の理由です。だから今だと割とそれがネットの世界で単独一人歩きして、ループウィールマシーンってのが釣り網機っていう風に訳されてるところがあると思うんですけど、それは全くの間違いで、後になっていろんなことを、いろんな文献、それこそ国会図書館とか、そういうところにあるような文献を、調べると、ループ、スペース、ホイールとかウィールですよね。ウィールっていうのは、パーツの名前だってのが出てきたんですよ。編み機の編み機に使われてる一部のパーツの名前ですっていう文献が出てきたんですよ。で、パーツ。日本語だから、ループ、ホイールって書いてあるんですけどね。なるほど。文献には。で、そのパーツを見ると、これ、釣り編み機だけに使われてるパーツではなくて、トンプキン編み機ってもう一つ古い編み機が上に編み上がっていく。これ上に上がっていくんで、どうも日本人っていうか世界中でこうフィットしなかったんですよね。感覚的に上にこう物が編み上がっていくっていうのはなんか違和感を感じるみたくて、であと作業も大変っていうのも大変っていうのもあって、でフィットしなくて廃れてしまったんですね。で、日本ではそのもうトンプキン編み機っていうのは僕は現物を見たことがないです。なんか台湾にあったり中国には残ってます。はい。で、それなんで中国にあるっていうのが分かったのかっていうのは、ナイキさんと仕事をした時に、
ナイキの間に入って帝人商事っていう商社の方が、そういえば鈴木さん、私の中国の仕事先の人がそのループウイル機が自分たちもあるって写真を送ってきたんで見てくれますかって言ったらトンプキン編み機だった。だからそれはやっぱりその中国ではループウイル機マシンって呼ばれている。なるほど。はい。で、まあそのトンプキン編み機にもそのループウイルっていうパーツが使われてるから、どうもそのパーツを使ってるマシンのことをループウイル機、ループウイルマシーンって呼んでたんでしょうね。なるほど。まあ釣り網機がループウイル機ではないんですよ、実は。ないないです、それは。もうそれは徹底的に調べたので、文献としては残ってるので、そうなんですよ。ただ、僕たちが99年に名前を付けるときには分からなかったっていうのが正直なところで、だから僕たちがもうループとスペースウィールをくっつけてループウィールって呼んでしまった。で、僕たちがやっぱりこれは紛れもなく自分たちで作った言葉なので、はい、造語なので、その頃はループイラーもループウィールも全く有名ではないですよね。ブランド立ち上げたばっかりで。でそれから、要するにそのループイラーが少しずつ認知されていく中で、そのインターネットっていうのが同時に出てくるんですよね。それでみんながこう、インターネットに書き込むと残る。それがもう一般的な話に今なってしまってるっていうのが事実だと思います。はい。本当にじゃあもう言葉だけちょっと先に行っちゃってるっていうところで、この真実を知ってるのは、ある意味本当に少数だと思います。釣り網機がみんなにこう、を知っていただくっていうのは、なんか僕の中ではミッションなんで、みんなが釣り網機でできた生地いいよね。釣り網機でできた生地で作られたスウェットいいよね。で、それがループイラーであろうが、どこか他のメーカーであろうが、いいよねって思ってもらえて、それをなんかリピートして買っていただく。うちの買っていただければ一番嬉しいですけど、まあ、いろんなところのやつを買っていただいて、で、そうすると釣り網工場が潤っていって、編み機がずっと回るから、当初僕が思ったこの編み機を次の世代に残したいっていうことは、結果論として、なるほど。サクセスするっていう話なので、それでいいんです。でも、ね、たくさんの人に知っていただくのはありがたいことだけど、そんなに多くは供給できないので、っていう問題点もある。でもまあそれでいいんだと僕は思うんです。長く大事に使っていただく方がいいと思うので、買い替えっていうよりも、名前の由来っていうのは多分ご存知の方は、まあなんとなくループウィールみたいな言葉がいっぱいこう今調べると、釣り網機とかって調べると出てくるんで、そうですね。ネットを叩くと今それが普通に出てきちゃうから、なのでまあループイラーってまあそこから来てるんだろうなって、なんとなくこう想像はできたと思うんですけど、まあその裏にあるこう真実みたいなっていうのは、まああんまりこう調べてなかったんですね。それはだからまあ変な話、僕たちが釣り網機っていうのを世の中にちゃんとプロモーションして、この機械いいですよ、この生地でできた生地いいですよ、ぜひ来てくださいっていうのをずっと26年間やり続けてこれたから、やっぱりそれとともに26年間お客様が付き合ってくれて、広めてくれたから、買っていただいたお客様が友人知人ご家族にいいよいいよって言って広めてくださったから僕らも今があるので、それはすごくありがたい話だなとは思います。